こんにちは。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的に研究する D ラボ。私が所長の D です。動画のご視聴ありがとうございます。今日は掛け算のお話をします。これから掛け算九九を覚えようと思っている人や、掛け算九九をなぜ覚えないといけないのかと思っている人は、ぜひ最後まで動画を見てください。まずは掛け算九九を覚えることの意味についてお話しします。掛け算九九は覚えないといけないのではなく、覚えた方がいいものです。その理由についてこれからお話しします。掛け算とは、同じ数を何回も足し算するときに使う計算です。例えば、1つ5円のガムを4個買ったらいくらになりますかという問題の場合、5円が4つあるということですね。つまり、5を4回足し算すればいいということです。5たす5は10。10たす5は15。15たす5は20。なので答えは20円です。これを掛け算を使って表すと 5×4 は20となります。掛け算を覚えていなくても足し算だけで答えを出すことができましたね。では、1本の串に団子が3個ずつ刺さっている。串が8本では団子はいくつという問題だったらどうでしょう。これもさっきのように足し算で3たす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 3という式で求められそうです。3たす3は6。それに3を足して9。それに3を足して12。それに3を足して15。それに3を足して18。それに3を足して21。それに3を足して24。やっと答えがわかりました。どうですか？少しめんどくさくなってきましたね。これを掛け算で表すと 3×8 は24となります。面倒だった計算があっという間に終わりませんか？それでも掛け算九九を覚えるより足し算をした方がいいという人もいるかもしれません。ナイス根性。そういう気持ちも大切です。それでは、1冊1985円の国語辞典を78冊買いました。代金はいくらになりますかという問題だったらどうでしょう。これは今日のお話をするために3年生の途中で学習する内容をさらに難しくした問題ですので、今わからなくても気にしないでください。この問題も足し算を使って考えることができます。式は1985たす1985たすと1985を78回足せばいいのです。どうですか？かなり面倒です。しかも、どこかで少しでも計算を間違えると不正解になってしまいます。これを掛け算の式で表すと、1985×78 と随分すっきりと表すことができますね。もちろん、1985×78 という九九はないので、答えを覚える必要はありません。ただ、こんな難しい問題でも、掛け算九九と繰り上がりの足し算さえできれば答えを出すことができます。繰り上がりの足し算とは、9たす2や5たす8など、1年生で学習するような足し算のことです。本当かどうか信じられませんか？今から確かめてみましょう。1985×78 はそのままでは計算が難しいので筆算で計算します。掛け算の筆算はこのように書きます。今回は簡単に計算の流れだけ説明していきます。リクエストがあれば別の動画で筆算の詳しいやり方を説明したいと思います。まずは 8×5 をします。答えは40なのでこのように書きます。4が小さいのは次の位の計算で別の数字が出てくるのでまだ決まっていない数字として書いているからです。これを繰り上がりと言います。次に 8×8 をします。答えは64なので6を繰り上げて4を書きたいところですがさっき繰り上げた4があるのでそれと合わせた8を書きます。次は 8×9 をします。答えは72なので7を繰り上げて2とさっき繰り上げていた6を足した8を書きます。次は 8×1 です。答えは8ですが、さっき繰り上げた7を足して15をこのように書きます。次に 7×5 をします。答えは35なので、3を繰り上げて5を書きます。次に 7×8 をします。答えは56なので、5
5を繰り上げて6とさっき繰り上げていた3を足した9を書きます。次は 7×9 です。答えは63なので、6を繰り上げて3とさっき繰り上げた5を足した8を書きます。次は 7×1 です。答えは7ですが、さっき繰り上げていた6を足した13をこのように書きます。ここまで書けたら、この数字を足していきます。まず1の位に0がありますね。これは下に何も数字がないので、そのまま0と書きます。次からは数字が上と下に並んでいるので、まず8足す5をします。答えは13です。さっきと同じように繰り上げの数字などをこのように書きます。次は8足す9です。答えは17ですが、さっき繰り上げた1があるので、7と1を足した8を書きます。次は5足す8です。答えは13ですが、さっき繰り上げた1があるので、3と合わせた4を書きます。次に1足す3をします。答えは4ですが、さっき繰り上げた1があるので、足して5を書きます。最後に一番左に1がありますね。上に何も数字がないので、そのまま下ろして1を書きます。これで答えが154,830ということが分かりました。少し時間がかかって大変ですが、1985を78回足し算するよりは楽なんじゃないでしょうか。この筆算を完成させるために使った計算を振り返ってみましょう。掛け算九九と一桁同士の足し算です。難しい計算のように見えますが、実は一桁同士の計算しか使っていませんね。一桁同士の計算がきちんとできていれば正解を出すことができます。皆さんは計算ができる人のことを頭がいい人だと思っていませんか？そうではなく、計算ができる人というのは丁寧に計算ができる人だと思います。それでは今日のまとめです。どんなに大きな数の掛け算も掛け算九九と繰り上がりの足し算を使って計算することができるので、掛け算九九は覚えた方がいいです。と言っても、なかなか覚えられない人や面倒だと思う人もいるかもしれません。そこで掛け算九九の歌の動画を作りました。この掛け算九九の歌の動画を今なら無料で配信しています。なんだかテレビショッピングのようになってしまいましたが、歌いながら楽しく掛け算九九を覚えましょう。最後まで見てくださりありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。